皆様、こんにちは。私は2500年前、領寿仙にて、釈尊が法を説いたその場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経薬王菩薩本事本第23をお届けいたします。この章では、薬王菩薩の過去世である、一切衆生危険菩薩として、神妙を惜しまず、仏道を貫くという、まさに、不釈神妙の姿が描かれます。そのお姿は、命そのものをもって、法華経を信じ抜く、究極の、真下の姿として、私たちに深く問いかける、感動的な場面となっています。妙法蓮華経の教えが、頭で考える理屈や理論ではなく、純粋なる身と心をもって実践することの尊さを示す、極めて重要な章であります。どうぞ、最後までお付き合いください。その時に、宿王家菩薩は、釈尊にこう申し上げました。世尊よ、この薬王菩薩というお方はいかにして、この私たちの娑婆世界において、衆生を救済されておられるのでしょうか。世尊よ、この薬王菩薩というお方は、百、千、万、億、那由他といった想像すら及ばない、長きにわたって、何行苦行を積まれたのでしょうか。ああ、世尊よ、願わくは、どうかその一端でも私たちにお示しくださいませ。ここに集いし多くの天や竜、夜叉、剣奪馬、また阿修羅やカルラ、金ナラ、マゴラが、人や目に見えない存在の者たちや、そして他の仏国土から参じた多くの菩薩たち、この領寿仙の法会の場にて、世尊のお言葉を直接に聞こうと集まる声聞の衆も、また、もしそのお話を耳にすれば、きっと皆、歓喜に満たされましょう。と、宿王家菩薩は、釈尊にこう申し上げました。その時、釈尊は、宿王家菩薩に告げて言いました。よいか、宿王家よ。はるか昔、無量なるガンジュス川の砂の数ほどの歳月の彼方に、日月上明徳如来という仏がおられたのだ。その仏は、大具、小変地、妙行足、善税、世間下、無常寺、上五上部、天人師、仏、世尊といった10の尊称を備えておられた。その仏の周りには、80億という大いなる菩薩摩訶薩が仕え、さらに72の川の砂の数にも及ぶ大きな声聞衆たちで集っていた。その仏の寿命は、実に42000号にも及ぶものであり、また、その教えに従う菩薩たちの寿命も、仏と等しく長かった。その国には、女人の姿も見られず、地獄もなければ、餓鬼も畜生もおらず、また阿修羅などの争い好む者たちの存在もなく、さらには、様々な苦しみや困難というものも存在しなかったのだ。大地は平らで手のひらのような、瑠璃でできていた。宝珠で荘厳され、その光景は、宝の満潮がかけられ、宝の旗を垂らし、宝品や香炉が国中に巡らされていた。七宝で飾られた台で、一本の木には、一つの台が備えられていた。その木と台座からは、ちょうど弓矢が一本届くくらいの距離のところまで離れていた。これらの数々の宝珠には、すべて、菩薩と声聞たちがおり、その木の下に座していた。様々な宝の台座の上には、それぞれに100億もの天人たちがいて、天界の音楽を奏で、仏を称賛しながら供養をしていたのだ。その時、かの仏、日月上明徳如来は、一切衆生危険菩薩や、多くの菩薩たち、また多くの声聞たちのために、法華経を説いておられた。この中の、一切衆生危険菩薩は、苦行を喜んで収めておられ、日月上明徳如来の教えのもとで、ひたすら努力して、行を積み、心を一つにして、仏となることを求め続けること、その歳月は、実に12000歳に及び、そしてその結果、あらゆる姿、形に現れることができる神秘的な境地である、原一式新三昧を得たのだ。そしてこの一切衆生危険菩薩は、原一式新三昧を得て、その三昧を得た後、心は大いなる喜びに満ち、そこで、
心の思いの中でこう誓った。私がこの原一式新三昧を得ることができたのは、すべて法華経を聞くことができた力によるものだ。私は今、まさに日月上明徳如来と法華経とを供養していくのだ。と、こう誓ったのだ。その瞬間に、その原一式新三昧の禅定に入り、虚空の中に、曼荼羅花と、マカ曼荼羅花という天の花を降らせ、さらに細かくすりおろされた、硬くて黒い仙断を、雨のように降らせ、その光は、虚空を満たして、雲のようにたなびき、やがて、下界へと降り注がせ、また、海志願の仙断の光も降り注がせたのだ。この光のうち6種ほどの量でも、この人間世界と同じほどの価値があるとされるほどの貴重なものであった。このようにして、仏に供養を捧げられた。この供養を得た後、その三昧から出て、心の中でこのように誓った。私は、神通力によって、仏に供養をしたけれども、それでも、自らの体をもって供養することには、及ばないだろう。そこで、仙断、訓録、トロバ、筆力化、神水香、香香などの諸々の香を食し、さらに潜伏、様々な花の香油を飲み続け、1200歳を経た後、香油を体に塗り、日月上明徳如来の前において、天の方へを身にまとい、香油をさらに体に注ぎ、そして、神通力による願いをもって、自らの身を灯して、昇降供養をし、その光と明かりは、80億の川の砂の数ほどの世界をくまなく照らしたのだ。その時、その場におられた多くの仏たちは、同時に称賛してこう言った。素晴らしい、素晴らしい。良きものよ。これこそが、真の精進である。これこそ、真の法をもって、如来を供養するというのだ。たとえ、花、香、首飾り、昇香、抹香、図香、天の絵、旗、傘、さらには、この世では得難い、海志願の仙断のような、様々な珍しい供物を用いて供養したとしても、その供養には、到底及ぶことはできないであろう。ましてや、たとえ国家や城、あるいは妻や子供をも使って伏せをしたとしても、この供養にはやはり及ばないのだ。良きものよ、これを第一の伏せと名付ける。多くの伏せの中で、これが、最も尊く最も優れている。なぜなら、法をもって多くの如来を供養するからである。多くの仏たちがこの言葉を語り終えると皆は静かに黙った。菩薩の体は火に焼かれていたが、その燃え続ける時間は1200歳に及び、その後、ついにその身は尽きてしまった。一切主上危険菩薩は、このような法による供養を行い、命が終わった後に、再び、日月上明徳如来の国の中に生まれ、そして上徳王の家で、結果不座をして、突然、仮の姿として現れ、その父のために下を説いていった。大王よ、今まさに知ってください。私は、かの場所で修行をして、すぐに、すべての姿を表す三昧を得て、大いなる精進の行を行じて、この愛すべき体をすでに捨てたのです。この下を解き終えた後、父に申し上げて言いました。日月上明徳如来は、今もなお、この世に現れておられます。私は以前、その仏に供養をし終えた後に、すべての衆生の言語を理解する、ダラニを得たのです。また、この法華経の800、1000、万、億、那由他、銀河羅、貧原、阿宿場という数えきれないほどの下文を聞きました。大王よ、私は今から再び戻って、その仏を供養しようと思います。このように申し上げ終わると、直ちに七宝でできた台座に座り、空中に上昇して、その高さは7本のたらじゅに相当し、仏のもとに到着して、頭を地につけて、仏の足を礼拝し、10本の指を合わせて、下を持って仏を称えたて祀ったのだ。そのお顔立ちは、非常に不思議にして美しく、その光明は、十方を照らしておられます。私は以前、供養をさせていただきましたが、今またここに帰ってきて、親しくお仕えいたします。その時、
一切主上危険菩薩は、この下を解き終えて、日月上明徳如来に申し上げました。世尊よ、世尊は、なおもこの世におられるのですね。その時、日月上明徳如来は、一切主上危険菩薩に、お告げになった。良き者よ、私は涅槃に入る時が来た。滅度に入る時が至ったのだ。そなたは、私のために合掌と座を整えるがよい。私は、今夜、まさに初涅槃に入ろうとしている。さらに、日月上明徳如来は、一切主上危険菩薩に、お告げになった。良き者よ、私は、仏の教えのすべてをそなたに託すのだ。合わせて、あらゆる菩薩や大弟子たち、あのくたら三脈三土台の教え、三千大千世界にわたる七宝の世界、宝珠、宝台、そして供養に集う天人たちを、ことごとくそなたに委ねよう。私が入滅した後は、私の舎利もそなたに委ねよう。そなたは、それらを広く、世に広め、多くの人々に供養を呼びかけるのだ。そして、数えきれないほど多くの仏塔を建立して、供養するのだ。このようにして、日月上明徳如来は、一切主上危険菩薩に全てを託し終えた後、夜が更けたその時に、涅槃に、お入りになられたのだ。その時、一切主上危険菩薩は、日月上明徳如来の入滅を目の当たりにして、深く、悲しみに沈み、痛ましくてたまらず、仏を主体立て祀った。そして、極上の香木、海志願の仙断を砕いて、粉にし、その粉末で仏の身を荘厳に供養し、火葬に付したのだ。火が燃え尽きた後、舎利を丁寧に拾い集め、84,000の宝品を作り、それぞれに収め、84,000の仏塔を建立し、それらの塔の高さは、3000大千世界にまで届くほどの高さで、頂上には荘厳な金の塔札をつけ、多くの旗や傘を垂らし、多く宝輪をかけ飾っていたのだ。その時、一切主上危険菩薩は、さらに、自ら、深く心に誓ったのだ。私は、すでにこれほどの供養を行ってきたが、それでもまだ心が満たされていない。今こそ、さらに仏の舎利を供養しよう。そこで彼は、すべての菩薩、大弟子、天、竜、夜叉などの大勢の聖なる主上たちに呼びかけてこう言った。皆の者よ、心を一つにして念じましょう。私は、今より、日月上明徳如来の舎利を供養しよう。そう語り終えると、一切主上危険菩薩は、84,000の仏塔の前において、100の福徳を積んだ荘厳なる、その自らの両腕を体から燃やし、72,000歳もの長きにわたり、それをもって、供養を捧げたのであった。この一切主上危険菩薩が説法をする場に、その声を聞こうと、無数の人々が集まる中で、さらに、無料、阿葬儀という、計り知れない数の人々が、仏の悟りとなるあのくたら三脈三土台を求める、心を起こし、やがて皆、現一式心三昧という深い禅定の境地に入る、ことを得たのであった。その時、周囲にいた菩薩たちや、天や、人、阿修羅たちは、一切主上危険菩薩が両腕を失った姿を見て、深い悲しみに沈み、こう言った。この一切主上危険菩薩こそ、私たちの導きの師であり、私たちを教化してくださる存在である。それなのに、今彼は、その両腕を焼き尽くし、体は、不完全になってしまった。その時、一切主上危険菩薩は、大衆の中で、力強い誓いの言葉を宣言した。私は両腕を、仏に供養して捨てて、これによって、必ずや、仏のような金色の実を得るであろう。もしこの誓いが真実であり、偽りでないならば、どうか、私の両腕よ、元通りに戻るがよい。この誓いを立て終えると、まさに奇跡のように、一切主上危険菩薩の両腕は、自然と元通りに戻ったのだ。これは、彼の福徳と、知恵の深さと、純粋さによってもたらされたものであったのだ。その瞬間、3000大千世界は、6種の地震とともに大いに揺れ動き、
天からは宝のような花が降り注ぎ、すべての天人たち、人間たちは、この前代未聞の奇跡に限りない驚きと喜びを感じたのであった。と、釈尊は宿王家菩薩に告げたのでした。釈尊は宿王家菩薩にこう告げました。宿王家よ、どう思うか。一切主上危険菩薩は、ただの特別な人であったであろうか。実は、今の薬王菩薩なのである。彼は、自らの身を惜しみなく捨てて伏せを行い、またその数は、百、千、万、億、那由他といった数えきれないほどであるのだ。宿王家よ、もしも心を起こして、真剣に仏の悟り、九多三脈三土台を成就させたいと願う者がいるのなら、手の指や足の指の一本でさえ燃やして、仏の塔に供養するがよい。それは、国や城、妻や子、さらには、三千大千の国土の山や森、川や池、様々な珍しい宝物を持って供養する者に、勝るだろう。もしも誰かが、七宝で、三千大千世界という広大な宇宙を満たして、仏や大菩薩、白紙仏、阿羅漢に供養をしたとしよう。その人が得る功徳は、この法華経のわずか一宿下、すなわち、これまでに説いてきた、あらゆるものに仏性が備わっているという、一切主上出仏性、仏性が成就されて、仏道を歩むという、仏性成就仏道、如来は、現れて法を説かないこともあるという、如来弁法に不説、方便を使って主上に示すという、方便師主上を信じて守り続ける者の福徳の多さには、到底及ばないのだ。宿王家よ、例えばすべての川の流れや、黄河の水の中で、海が、最も大きく重要であるように、この法華経もまたそのように重要なのだ。多くの仏たちが説かれた経の中で、最も、人論で大きなものなのだ。また、土の山や、黒い山、小さな鉄地線、大きな鉄地線、そして多くの宝山の中で、須弥山が、最も偉大な山であるように、この法華経もまた、多くの法の中で、最も卓越したものなのだ。さらに、多くの星々の中で、月天子が最も輝くように、この法華経もまた同じ存在であるのだ。それは、千、万、億の様々な経や教えの中で、この法華経は、最も明るく輝いているのだ。また、日天子が暗闇を照らして消し去るように、この法華経もまた、すべての悪しき迷いの闇を破り払うものである。また、多くの小国の王たちの中で、天輪女王が、最も尊いように、この法華経もまた、多くの経典の中で最も尊いものなのだ。さらに、帝釈天が、33天の主神の中で王で、あるように、この法華経は、数ある経典の中の王なのだ。また、大梵天王が、すべての生きとし生ける者の父であるように、この法華経もまた同じである。すべての賢者や学びの者、悟りを求める菩薩の心を起こさせる、父のような存在である。また、すべての凡夫の中において、修羅音、シダゴン、アナゴン、アラカン、白紙仏が、それぞれ最高位の修行者であるように、この法華経もまた同じように最高位であるのだ。すべての如来が説かれた経の中で、たとえ如来が説いたものであれ、菩薩が説いたものであれ、あるいは聖門が説いたものであれ、数多くある経典の中で最も第一であるのだ。そして、この経典を授受する者もまた、すべての主上の中で最も優れた存在となるであろう。さらに、すべての聖門や、白紙仏の中で、菩薩が最高の存在であるように、この法華経もまた、すべての経の中で最も尊いものである。如来が、すべての教えの王であるように、この法華経もまた、数多くある経の中の王である。宿王家よ、この経は、すべての衆生を救い、あらゆる苦しみや悩みから解き放つ力があるのだ。この経は、すべての衆生を豊かにし、彼らの願いを完全に満たすであろう。例えば、清らかな池が、渇きに苦しむ者たちの渇きを癒すように、寒さに震える者が日に当たるように、裸の者が衣を得るように、商人が目的の主を見つけるように、子が
母に会うように、川を渡る者が、船を得るように、病に苦しむ者が、医者を得るように、暗闇に、明かりが灯るように、貧しい者が、宝を得るように、人々が頼れる王を得るように、商人が広大な海を得るように、暗闇を照らす松明を得るように、この法華経もまた、同じ存在にもなるのだ。それは衆生に対して、すべての苦しみや、すべての病や痛みを取り除き、さらには、すべてのものにおいて、生と死の束縛から解き放つのであろう。もし人が、この法華経を聞くことができたり、自分で書き写したり、もしくは、他の人に書かせたりしたならば、そのものが得られる功徳は、仏の知恵をもってしても、どれほどのものか計り知れないほど大きい功徳を得るだろう。さらに、もしこの経巻を書き写して、それを花や香り、飾り物、焼香、抹香、図香、旗や傘、衣服や、様々な明かりや、外灯、湯灯、もろもろの香油灯といった、様々な湯の明かりで、供養するならば、その功徳も、また無料である。宿王家よ、もし誰かが、この薬王菩薩本寺本の教えを聞くことができたならば、そのものも、無料無辺なる功徳を得るであろう。もし、女人がいて、この薬王菩薩本寺本を聞いて、よく信じ、従事するならば、その女人の身は、使い果たされ、再び、女人として、身を受けることはないであろう。もし如来の滅後に、後の500歳という歳月において、もし、女人がいて、この経典を聞き、説かれた通りに修行するならば、その中で明獣したら、すぐに安楽世界の阿弥陀如来の大菩薩たちに、囲まれたところに行き、蓮華の中の宝座の上に生まれるであろう。再び貪欲に悩まされることはないのだ。さらに、真にや愚痴に悩まされることもない。さらに傲慢や嫉妬、その他の心の汚れに悩まされることもない。菩薩の神通力と無償放任を得ることができよう。この忍耐を経て、元根は正常になるであろう。この正常な元根によって、700万、2000億、那由他といった川の砂の数ほどの多くの諸仏や如来を拝むことができるであろう。と、釈尊は、宿王家菩薩に対して告げました。この時、十方の諸仏たちは、遥か彼方から、心を一つにして、薬王菩薩に対して、称賛の声を上げました。素晴らしい、実に素晴らしいぞ。良き修行者よ。そなたは、久遠の釈迦牟尼仏が説いた、偉大なる教えの中にあって、この法華経を、授事し、読受し、深く思索し、さらには、他の人々のために惜しみなく説いている。その得られた福徳は、無量無辺で、計り知ることができぬであろう。その功徳は、火で焼くこともできず、水で流すこともできないだろう。そなたの功徳は、千の仏が共に説いたとしても、すべてを尽くすことはできぬのだ。と、諸仏たちは、薬王菩薩を褒めたたえました。そして、釈尊は、薬王菩薩に対し、そなたは、すでに諸々の魔族たちを打ち破り、生死の軍勢を壊し、その他の敵も、すべて打ち砕いたのだ。良き者よ、100、1000の諸仏たちは、神通力をもって、共に、そなたを守護しているのだ。すべての世界の天や人の中においても、そなたのような者はいない。ただし、如来を除いて、その多くの正門、白紙仏、そして菩薩の知恵や禅情においても、そなたと、等しき、存在の者はいないであろう。と、釈尊は、薬王菩薩を褒めたたえました。そして、釈尊は、宿王家菩薩に対してこう告げるのでした。宿王家よ、この薬王菩薩は、このような功徳と知恵の力を完成させているのだ。もし誰かが、この薬王菩薩本寺本の教えを聞いて、心から喜び、素晴らしいと称賛するならば、その者は、現世において、口からは、常に青い蓮華の香りを放ち、体の毛穴からは、常に、五頭仙断の香を放つであろう。そのようにして得る功徳は、これまで述べてきた通りのものである。だからこそ、宿王家よ、この、薬王菩薩本寺本の教えを、そなたに託すのだ。私が入滅した後、後の500歳の間に、
この人間界に広く述べ伝え、法が絶えたり、悪魔やその手先、書店、竜、夜叉、クバンダなどの存在に付け入る隙を与えることがないようにするのだ。宿王家よ、そなたは、神通力をもってこの経を守護するのだ。なぜならば、この経は、この人間界の人々の病の良薬だからである。もし人が病を抱えていて、この経を聞くことができたなら、その病はすぐに消え去り、老いることも、死ぬこともなくなるであろう。宿王家よ、もしそなたが、この経を、授事しているものを見るならば、青い蓮華を用いて、その中に末香をたっぷり盛り、その上で備えて参じるがよい。香を参じた後には、次のように念じて言うがよい。この人は、間もなくして、必ず草を敷いて、道場に座し、あらゆる魔の軍勢を打ち破るであろう。そして、法の羅外を吹き、大法の鼓を打ち鳴らし、すべての衆生を、老、病、死という大海から救い出すであろう。と、念じて、唱えるのだ。だからこそ、もし仏道を求めようとする者がいるならば、この経典を、授事している者を見たときには、まさにこのようにうやうやしく敬う心を起こすべきなのだ。この、薬王菩薩本自本の教えが説かれたとき、8万4千の菩薩たちは、一切衆生の言語を理解する、だらに終えるであろう。と、釈尊は、宿王家菩薩に告げました。すると次に、多宝如来が、宝塔の中から、宿王家菩薩を称えてこう言われました。素晴らしい、素晴らしいぞ、宿王家よ。そなたは、不可思議な功徳を成し遂げ、その功徳によって、釈迦牟尼仏に、このような、尊い問いを投げかけた。そのゆえに、数えきれぬすべての衆生に、悟りの扉を開く機会をもたらしたのだ。と、多宝如来が、宿王家菩薩を称えたところで、この章は、幕を閉じました。いかがだったでしょうか。本日の妙法蓮華経薬王菩薩本自本第23では、薬王菩薩の過去世、一切衆生危険菩薩としての姿が描かれました。その姿は、法華経を信じ、授事し、読受し、下説し、書写する功徳を積み、ついには、自らの身を火に投じて供養するという、まさに、不釈神妙の行の実践に他なりません。しかしこれは、単なる自己犠牲を称えるということではなく、自らの神妙をもって、までの深い真下を示し、あらゆる衆生の心に、仏道への目覚めをもたらそうとする、私たち仏道に生きる者への、究極の慈悲と決意の表れと言えるでしょう。この章を通じて、釈尊は、私たちに、どれほどの真下を持ち、どれほどの覚悟があるのかと、そんな問いを投げかけているようにも思われます。またこの章では、薬王菩薩本自本の教えが、後に、あらゆる諸仏から守られ、見守られる存在となることが語られており、さらには、宿王家菩薩を通じて、釈尊は、私たち衆生に託した思いが描かれていました。そこには一貫して、信じて尽くす者は、必ず仏たちに守られるという、大いなる功徳と、釈尊の深い慈悲が込められている、とても重要な章なのです。ここで、私たち自身の信仰を振り返ってみたいと思いますが、この動画をご視聴いただく多くの皆様は、日頃から、法華経を信仰される方が多いかと思います。そうした中で、私たちは、日々、ナムという言葉を唱えます。この、ナムとは、ただの音ではなく、帰依、すなわち、不釈神妙の誓願を込めた、仏への深い決意の表れなのです。この章での薬王菩薩は、まさにその、ナムの精神を体現されておられ、ここまで釈尊が説いてきた、この尊き妙法蓮華経の真理、一仏上、すべての人が、仏になることができるという教えに対して、私たちへの深い真下を伝えるための大切な章なのです。私たちもまた、この章をきっかけに、改めて、不釈神妙の精神を心に刻み、私たち自身が仏になると誓願を新たにし、純粋なる仏道への一歩を共に歩んで参りましょう。それでは、本日の動画はここまでです。今回は、妙法蓮華経、
薬王菩薩本寺本第23についてお話ししました。次回は、妙音菩薩本第24の深い教えについてお話しします。もしこの動画が皆様の心に響いたら、ぜひ、チャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。